ゲーマーとしての経歴。KOF13 が動画を見て始まりました。13の動画気になりますね、それ。誰の試合？いい人でゲームも一番強くなる、その仕事だと思います、僕は。強いだけではダメです。それはダメです。アキラさんを見たらゲームするときこれするからコメントを気にしなきゃいけないとかってそうだね。はい、どうもリジェクトロート G の時々でございます。本日はリジェクトのコミュニティスペース、ここリジェクトハブに来て、インタビュー企画をやっていきたいと思います。で、今回のゲストはこの方、現在ですねストリートファイターリーグでも大活躍中の、レシャー選手来てもらいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。レシャーです。はい、お願いします。わざわざ今回韓国からこっちに来てこの日本の、ストリートファイターリーグにヨギボーリジェクトとして来ていただいて、チームをですね、最年少ながら引っ張っていっているという。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ。こんな。はもう毎日ぐらいだ。ほとんど毎日あっちの練習部屋の方で練習を一緒にやってるという感じで、雑談もしますし、まあ本当真面目なんでゲームの話もすごいたくさんするというような間柄で来た時よりもだいぶ日本語がですね上達していますので、だから最初にさカプコンカップの時にインタビューしたじゃん。あの時と今回のレシャーの日本語のね上手くなってるぶりにもちょっと注目しながら聞いていただけるといいかなと思います。ということで、レシャー選手にいろいろインタビューをしていきたいと思いますのでお願いします。よろしくお願いします。でまずはそのゲーマーとしての経歴、レシャーがどのゲームから始めたのか。一番最初のゲームは機械をしていますか？機械を？はい。格闘ゲームの？はい。あ、知ってる。カプコンのゲームだよ確か。それが僕が小さい頃は学校前で、いろんなものを売る場所がありますけど、その前でゲームセンターのそれあります。それが機械をとメガメンのパワーベットバトル、ロックマン、メガマン、それストリートファイター6の中である、そのゲームが多分僕が5歳くらいですね。それが多分最初のゲームだと思います。10年前か。ファミコンとかって分かんねえか。わかります。分かるとか、あと PC の家に PC があって PC のゲームをやったとかじゃなくて、学校の帰りの、要はなんていうの、そのお金を入れてやるゲームが最初だったんだ。そうです。じゃあ駄菓子屋ゲーマーだったのかもしれないですね。ひょっとしたら僕はその時負けたら泣きます。お金また入れないといけないから。それでも一人用でやってた？相手も小さい人ですね。対戦してたんだ。CPU じゃなくて。はい。それは鍛えられてるんだな。そっから例えばさ、韓国だとリーグオブレジェンドとか、あとスタークラフトとかってさ流行ってなかった？スタークラフトは僕の時代はなかったです。もうこれはジェネレーションギャップですね。でも僕が14からリーグオブレジェンドは本当に有名ですね。それで僕もリーグオブレジェンドその時は頑張りました。やってたんだ。そうです。いろんなゲームやってサッカーゲームピパーとかいろんなやりましたね。やっぱ一番上手だな、うまいなと思ったのは格闘ゲームで、格闘ゲームだってさすごいうまいよね今。他のゲームはでもその時14はやっぱ加工みんなやっているから、でもそのピパもリーグオブレジェンドも加工の中では僕が一番でした。やっぱそうなんだ。その頃はじゃあリーグオブレジェンドと格闘ゲームをやってる？じゃあその時はやらなかったです。
じゃあでもなんで格闘ゲームをまた始めるっていうか。学校でみんなが辞めました。みんながやっぱ勉強するから、はい、僕一人だから、まあそれで何をするかと思ったらKOF98 がちょっと人気がありました、その時。それで KOF98 をちょっとやって、その後 KOF13 が動画を見て始まりました。13の動画気になりますね。それ誰の試合？一番最初スタートやったのは時戸さんはないです。韓国の女性のストリーマースワさんが。スワンさんってスト5とかもやってた方で面白いね方いらっしゃるんですよ。メチュオというキャラのハイライトがありました。それを見てやっぱグラフィックがすごいだから、ね、そうだね、はい、よかったね。それが最初のスタート。はい、なるほどなるほど。ちゃんとした格闘ゲームとなると、はい、KOF13 が一番最初。はい、そうです。KOF やってドラゴンボールやってストリートファイターで、まあ、今に至ると。はい、そうです。その途中にプロになった。プロは今年からですね。はい、スト6でプロになったっていう感じですよね。それまでは普通にアマチュアとして、格闘ゲームをプレイされた。まあ僕には趣味だったですね、その時は。だから働きながらやってたっていう。まあ趣味ですけど、ちょっとお金ができるから。なるほど。そんな感じで、SFL で日本に参加するという感じになったわけですが、日本の感想どうですか？日本の感想。まあやっぱ道が綺麗だし、人たちが優しいですね。それと階段が多いです。やっぱ韓国はエスカレーターが多いから、荷物が多いから、それがちょっと大変です。毎日コントローラーをね担いでくるから、そういうところは気になるのかもね。食事は大丈夫ですか？ご飯は美味しいです。それは良かったです。一番日本で美味しいと思った。チケメンですね。はい、チケメンと、まあラーメンも好きですけど、ラーメンもまあいっぱいあるから、まあまだ食べてないラーメンもあるから。そう、ここら辺まだね行けてないんですよ。たくさんあります。昼間しかやってないね、ロビンソンっていうラーメンいつか行きたいんですけど、なかなか昼はねちょっと時間が合わなくてまだ行けてないところが。普段家で勉強する日本しないです。それがちょっと僕が目が良くないので、本を見るとちょっと頭痛くなります。勉強はしてないですけど、まあやっぱどんどん上手くなるのはちょっと自信を持って言うのが多分それだと思います。英語も海外の選手が上手くなったと言いますけど、まあ僕はそんなに勉強してないですけど、まあ自信を持って、ケプコンカップ時はやっぱ海外が僕には慣れていないから自信がなかったですけど、今はまあ自信がありますね。そしてじゃあ次、ストリートファイターリーグに参加しての感想。どう今まで？やっぱすごい大概だと思いますね。でもその前にプレッシャーがたくさんありましたね。海外人僕だけだから、もっと頑張らなきゃダメだからプレッシャーがありましたけど、まあでもリジェクトのみんながまあ優しくしてくれてよかったですね、今までは。ストリートファイターリーグって他の大会と違ってその長い時間やるじゃないですか。でしかもチーム戦っていうのも全然違うと思うんですけど、その辺ってどうですか？まあ僕は初めてですけど、前からなんかチーム戦やりたいだと思って、それとやっぱ時戸さんが毎日ほとんど毎日会って、まあアドバイスとかこうすればいいかなとまあ言ってくれるから、まあ僕はいいですね。
チーム戦、はい、ということでどうですか、リーダーとして。いや本当にその引っ張ってもらってありがたいな。韓国からわざわざ来て住んでもらって、で言葉もすごい上手ですけど、本人とすればやっぱり不安がある中でどんだけサポートをチームとしてできるのかなっていうのはよく考えてて、でチームは本当にすごいケアしてもらってるなって思いますね。あと僕が何かしてあげられたことといえば、体調不良、やっぱね韓国から来て食べ物も違うし、そこはケアしてあげたいなと思ってるんで、バイタミンとか、皆さんの馴染みのある言葉で言えばビタミンですわ。バイタミンとかはサプリであげたりとか、風邪ひかないようにとかっていうのは僕なりにはケアしてあげられてるのかなと。あとね、手が痛くなる練習のしすぎです、これ絶対。で僕も痛めた経験があって、アームカバーした時にだいぶ痛み和らいだからっていうのをリジェクトさんにちょっと相談したら、ちょうど今作っててあるんでちょっと使ってみてくださいっていうので、それでねだいぶ和らいだとかっていうのは、やっぱそのチームならではというか、僕らの経験とかそういうサポート体制があってできたことなのかなと。だからお互いね、その持ちつ持たれつでやってもらってるという感じですわ。お米が来たらもうすぐ行きますって。僕はその日迷ったような。そうですね。それはそのチーム戦っていうのをやってみた。それは多分時戸さんが声をかけたのがそれが一番だと思います。他のチームからだったらそんなにすぐ OK。すぐはちょっとできないだと思いますね。もちろんそのチーム同士のレシャーも DRX 所属の今がリジェクトにレンタルという形で来てもらってるんで、チーム同士の話し合いはもちろんあったと思いますけど、レシャーの気持ちはそういった感じだったんだなと。じゃあ続いて、練習以外の時間は何してる？何してる？YouTube 見たり、寝ていますね。夜で散歩もたまにしますけど、日本がいいのが韓国と違いのが、ハーゲンダッツ僕好きですけど韓国はちょっと高いです。そうなんだ。それで日本のハーゲンダッツを買いに、散歩をするとか、たまにはしていますね。ちなみに何味？僕はチョコレートクッキーですか、それとグリーンティーやグリーンティー、その2つですね。ちなみに YouTube も見るってことだけど、好きななんか YouTube チャンネルの種類ってどんなのがありますか？好きな YouTube は可愛いもの好きだから、動物の動画とか、犬猫、犬猫と赤ちゃんとか、それとやっぱカビを、やっぱカビ本当に好きなんだ。昨日もカビアニメーション見ましたね。格闘ゲームそれはよくオフィスで見てますね。それ練習に入っちゃいますから。それは切り抜きとかあるじゃないですか、孫さんの切り抜き。そういう格ゲーマーがやってるそのゲームじゃない喋ってる動画、それ見ますね。孫さんとか時戸さんの切り抜け、理解できない、日本語もいっぱいありますけど、たまに見ます。でもちょっと赤ちゃんとか、動物よりはちょっと少ないですね。次これね、個人的にも結構気になるところ、レシャー選手が考えるプロゲーマーとはどういうイメージ？僕はこれね結構しっかり考えてるんですよ。僕は最初はプロゲーマー、格闘ゲームでプロゲーマーがなるのは有名だと思いました、その以前は。それで僕なかなか難しいとかできないことだと僕は思いました。まるで雲を掴むような。それって韓国にもあるのかな？それで僕はただの趣味でだと思いましたけど、運が良かったからプロゲーマーになって
今もその思いは変わっていないです。雲を掴むような。それで今幸せだから、もっと頑張りますね。プロゲーマーは一番になるのが一番だと思います。スポーツだからこれも。でもプロゲーマーとはやっぱファンの方がいるから存在する仕事だから、先に人がならなきゃダメだと思いますね。いい人でゲームも一番強くなる、その仕事だと思いますね、僕は。強いだけではダメです。それはダメです。それをなんかもうこの年で両方ちゃんと考えてるっていうのはすごいですよね。だからもうこんだけぶっちぎりでうまい上に、やっぱそのファンミーティングにちゃんと出ましょうっていう風に前向きにちゃんとそういうのもやるっていうのがすごい大切だなっていうのが、そういうことも考えれてるんで、そこはねすごいなと。ゆうさん、そのレシャー選手その普段の取り組みとかすごい評価してるじゃないですか。はい。どの辺が具体的に？些細なことから言うと本当に毎日来るんですよ。家からでも一応できるように環境には整えてもらってるんですけど、やっぱ一緒にやれた方がいいからっていうことで来て集まって練習もするし、あとね変なこと言うかもしれないですけど、ちゃんとねみんなに挨拶するんですよ。ずーっと来た時におはようございますとかよろしくお願いしますで、帰る時もお疲れ様ですって言ってちゃんと帰るのはすごいしっかりしてるんだなっていうのは、さっき言ったようになんかもちろんゲームでうまいってことが一番大切なんだろうけど、まあやっぱファンとかそういう支えてくれる人がいるからこういう仕事があるんだよねっていうことをすごい考えて行動してるんだな。だからこそもちろんゲームもちゃんとやるし、そういうゲーム外のところもしっかりしてるなっていうのがすごいなと思いますね。それはその挨拶に関しては今鳥居さんが言ってましたけど、はい、そういう考えでやってる。僕がプロゲーマーじゃなくて、人として一番大切だと思うのは、ありがたいならありがとうだということと、悪かったら、すみませんとか、挨拶もそれが一番だと思います、僕は。ゲームの取り組みについてはそこはもちろんすごいです。対戦相手の研究とかもするし、なんなら僕らに対してもちゃんとアドバイスをしっかりしてくれたりとか、僕らのアドバイスもちゃんと吟味した上で取り入れてくれるとかっていうのはしっかり真面目に取り組んでるし。ちょっと脱線しちゃいますけど、めちゃくちゃ強い。はい。どこが特に強い？時生さん、これ。非常にバランスがいいです。メンタルの面で多分もうちょっと何か改善できるところはあるかもしれないですけど、それ以外の操作技術だったりとか、あとは攻略を考える能力とか、あとはキャラクター選びも思い詰めて悩んでしっかり選んでるんで、バランスが本当にいいと思います。はい。総合力が高いプレイヤーです。時々についてこれはどういう聞き方をすればいいのかっていう、はい、どうですか？お父さんですかね。お父さん兄ではなくてお兄さんではなくてお父さん。何歳離れてる？14歳か。僕には優しいと、全部僕が言うことをちゃんと聞くから、全部いいです。そんなに足りないことがないです。プレイヤーとしても僕は時戸さんが一番尊敬するプレイヤーですね。僕が最初エボリューション見た動画が時戸さんの KOF13 でした。あれか。そのプレイを加工方です。それで僕も時戸さんのカラーをするとか、それで今本当に有名だと思いますね。時戸さんとチーム戦するのが。ここを直してほしいとかね。
僕はないですね。まあ僕ね1個だけ多分あるのは知ってるんですよ。それは大将で出てほしいっていうのは多分思ってる。どうなんですか？それは時戸さんじゃなくてアキラさんですか？アキラ君はでもまあ大将で踏ん張ってくれてるからね。1回出ました。2回出て2回勝ってるんですよ。僕はねやっぱりね、いやみんながいけないとかそういう時に出る構えはあるんだけど、やっぱね強えんすわチームメイトが。そこはね頑張りますんで、はい。まあ、僕も時戸さんが大将に出て勝ったら、まあペンとして嬉しいですね。多分ねそういうバランスは結構考えてる。みんながやっぱ一回やって活躍するっていうのが、まあ、今後プレーオフとかあとグランドファイナルとかその先も見るといいんじゃないかっていうようなそういう目線もあるから、頑張らんといかんなというか。長髪へのこだわり。友達に韓国で切ってもらってるんだよね。そっちでやりたいですね今も。ああそうなんだ。でも韓国にあるから今日本では、日本では切らない。日本から今はないですね。多分韓国だったら1は。それでは、最後の質問です。来年はどうするとありますが、まずまあ、来年というかカプコンカップとか近いところで言うと、それは今のところはちょっとシンガポールは惜しかったけれども、まあ、シンガポールは僕が弱くて負けました。まあ僕ね、次頑張ります。そうだね、ジャパンプレミアとかもあるし、それででも、僕が今年はチームリーグが一番大切だと思うから、まあ結果はちょっと難しいだと思いますね。まあ頑張りますけど、そうびっくりしたのが韓国のワールドウォーリアー、別に日本から出てもいいと思うんだけど、そうです、そうそれはね自分で出ないっていう風にまあ僕は去年韓国のワールドウォーリアーで出て、まあもう出たことがあるから、それで僕はちょっとチャレンジが好きです。それで日本のワールドウォーリアーができたら、日本の方でやったらいいなと思ったんですけど、日本のルールはできないから、それででも韓国はできますけど、僕が韓国のワールドウォーリアーに出るのは正しいじゃないだと思いますね。まあルールは大丈夫ですけど、僕自身が正しいじゃないから出なかったです。なるほど。じゃあプレミア大会とかで優勝して、まあそれははい目標でしたね。ジャパンプレミア、まあドミニカ、そっちも行かないです。ドミニカは行かないです。リーグに対する思いは本当に強いですね。リジェクトもちろんみんな強いんですけど、みんなの熱量がやっぱり本当に近いのがこのチームの強さなんじゃないかな。僕らはやっぱりチームだけじゃなくて、このオフィス全体の熱量が本当に高いんで。個人配信とかって今はしてない？配信ですか？配信。まず韓国は Twitch がないです。ああ、そっか、そうだ。それで DRX がアプリカ TV だけで配信しています。まあ韓国はそれやっていますけど、日本はやってないですね今。ちょっと SFL をもっと強くなりたいです。アキラさんを見たら、まあゲームするときこれするからコメントを気にしなきゃいけないとかってそうだね、はい、そうだから練習としてそこが気になっちゃうから、まあいろんな考え方ありますけどね、その視聴者の方にいろいろ教えてもらえるっていうのもあると思いますけど、やったらすごい視聴者も集まりそうな。いや僕は楽しい意図はないから、まあ本当に真面目な人だなと思います。はい。じゃあ今後、まあなんか具体的にこれやっていきたいとか、こうなりたいとかっていうのってどんなイメージあります？でも今やりたいイメージですか？こんなプロゲーマーになりたいとか。
まあ結果を、まあ、優勝とかそれを残るプロゲーマーになりたいですね。僕にはまあオフラインプレミアでもちょっといいだと思います。そう、まずはプレミア大会優勝したいっていうのはよく言ってますね。あとひいてはまあ韓国のね、プレイヤーとしてまあ、NL とかいろいろアンペラとかもすごいけど、まあ、レシャが韓国を引っ張っていけるような存在になるといいんじゃないかな。まあもうなってるんだけどね、そういうところも考えながら活動されるとなんかよりいい方向に行くのかなと僕は勝手に思ったりとかしてます。本日の動画は以上となります。レイシャー選手ありがとうございました。ありがとうございました。日本語ってやっぱ難しいからあんまり話す機会なかったんじゃないかなと思うんですけど、ここでねちょっと皆さんレシャーについていろいろまたさらに興味を持っていただけたんじゃないかなと思います。レシャーの方からなんか日本のみんなに話すことある？まあ頑張ります。ありがとうございます。頑張りますので、皆さんよろしくお願いいたします。それでは本日の動画は以上となります。次回の動画でお会いしましょう。また。